ペース X は上場しました。しかし、投資家が本当に見るべきなのは IPO 直後の株価ではありません。これからスペース X が調達した資金を何に使い、どの事業を成長させ、最終的にどんな会社へ進化していくのか、ここが一番重要です。僕はスペース X はこれから単なる宇宙企業ではなく、通信、AI、宇宙輸送を組み合わせた宇宙 AI インフラ企業へ進化していく可能性があると考えています。おはようございます。ケンです。今回はスペース X IPO 後の成長戦略について整理をしていきます。テーマは大きく3つです。スターリンク、AI コンピュート、そしてスターシップです。この3つを理解すると、スペース X がこれからどこに向かっているのか、かなり見やすくなってくるんじゃないかと思いますので、ぜひね、このあたり一緒に整理していけたらと思います。まず最初に押さえておきたいのは、スペース X が上場で得た資金を使って、どの事業を伸ばしていくのか、そしてその事業が将来的にどれくらい大きな市場になるのか、ここを押さえておく必要があると思いますので、見ていきましょう。では、まず最初に一つ目ですけれども、やはり本命はスターリンクです。僕は今のスペース X を見る上で、スターリンクっていうのは最も重要な事業だと思います。なぜなら、スターリンクはスペース X の夢を支える現実の収益源だからです。スペース X っていうと多くの人はロケットや火星移住をイメージします。もちろんそれはスペース X の大きなビジョンです。しかし火星に行くにもスターシップを量産するにも AI コンピュートに投資するにも資金が必要です。その資金を生み出す中心になるのがスターリンクです。スターリンクはすでに世界中で加入者を増やしています。個人向けの衛星インターネットだけではありません。航空機、船舶、企業、政府、防衛、災害時通信、こうした分野にも広がっています。日本でも au スターリンクダイレクトのように衛星通信が少しずつ身近なものになってきています。これは非常に重要です。なぜなら、スターリンクは単なるインターネットのサービスではなくて、地球全体をカバーする通信インフラになろうとしているからです。そして通信インフラの強さは継続収益にあります。毎月の利用料が入り続ける、ユーザーが増えれば売上が積み上がる、企業向けや政府向けが増えれば単価も上がる可能性っていうのが上がります。つまり、スターリンクはスペース X にとってキャッシュマシーンになり得る事業なんです。ただし、いいことばかりではありません。リスクもあります。一つは、一人当たりの平均売上の低下です。ユーザーを増やすために価格を下げれば加入者数は増えます。しかし、単価が下がれば利益率にも影響します。もう一つは競争です。衛星通信市場には強力な競合もいます。さらに各国の規制や安全保障の問題もあります。スターリンクは国境を越える通信インフラです。だからこそ国ごとの規制や政治的判断の影響っていうのを受けやすいです。ここは冷静に見る必要があります。それでも僕はスターリンクはスペース X の成長戦略の中心だと考えています。なぜなら、スターリンクが安定したキャッシュフローを生み出すことで、スペース X は次の大きな賭けに投資をできるからです。そしてその次の賭けっていうのが AI コンピュートです。では、ここからが今回の動画で最も重要な部分です。スペース X はロケット会社でもあり、通信会社でもあります。しかし、これからは AI インフラ企業として評価される可能性があります。それが AI コンピュート事業です。AI コンピュートっていうのは、簡単に言えば AI を動かすための計算能力です。AI モデルを学習させる、AI を推論させる、大量のデータを処理する。そのためには巨大なデータセンターと大量の GPU、そして安定した電力が必要になります。今、世界中で AI 向けの計算試験が不足しています。OpenAI、Google、アンソロピック、xAI、メタ、あらゆる AI 企業がより多くの計算能力を求めています。
この流れの中でスペース X が AI コンピュート事業に入ってくる意味っていうのは非常に大きいんです。なぜならスペース X にはスターリンクがあります。通信インフラがあります。そして XAI とのつながりがあります。さらに長期的には軌道上データセンターという構想もあります。では、なぜ宇宙で AI なのか。理由は大きく3つあります。電力、冷却、土地です。AI データセンターはとにかく電力を使います。そして熱を持ちます。地上では電力供給、土地、冷却、環境規制が大きな制約になります。一方、宇宙空間では太陽光発電を活用できる可能性があり、冷却面でも新しい設計ができます。もちろん技術的な難易度は非常に高いです。コストも高いです。通信遅延や保守の問題もあります。だからすぐに実現する話ではないんです。しかし、もしスターシップによって大量の機材を安く軌道に運べるようになれば、軌道上データセンターという構想は単なる夢ではなくなります。ここで重要になってくるのがスペース X、XAI、テスラの関係です。テスラは FSD と Optimus で大量の AI 計算能力を必要としています。XAI は Grok などの AI モデルを成長させています。スペース X は通信インフラとコンピュートインフラを持つ可能性があります。つまり将来的にはテスラが現実世界のデータを集める、XAI が AI モデルを作る、スペース X が通信とコンピュートを支える、こういう三位一体の構造が見えてくるわけです。これはテスラの投資家にとっても非常に面白いポイントになってくるんではないかと思います。なぜなら、テスラの価値は EV だけではなく AI、ロボタクシー、オプティマスに広がっていくからです。そしてその AI を支える裏側のインフラにスペース X が関わる可能性がある。ここが普通の宇宙企業とは全く違うところとなっております。そして3つ目がスターシップです。スターシップはスペース X の未来を支える最も重要な技術です。ただ、多くの人はスターシップを火星に行くためのロケットとして見ています。もちろんそれは間違いではありません。しかし、投資家目線で見ると、スターシップの本当の価値はそこだけではないんです。スターシップの本当の価値は、スペース X 全体のコストを下げることです。スターリンクの衛星をもっと大量にもっと安く打ち上げる、大型衛星や宇宙インフラを軌道に運ぶ、将来的には AI コンピュート設備を宇宙に展開する、月や火星への輸送を実現する、すべての土台にスターシップがあります。つまり、スターシップっていうのは単なるロケットではなく、スペース X 全事業のコスト削減装置なんです。ここが非常に重要です。例えば、スターリンクを拡大するには、衛星を打ち続ける必要があります。衛星の数を増やす、性能の高い新型衛星に置き換える、通信容量を増やす、そのためには打ち上げコストが低いほど有利です。もしスターシップが高頻度で運用できるようになれば、スターリンクの展開スピードは上がりますし、コストも下がります。同じことが AI コンピュートにも言えます。宇宙空間に設備を運ぶには、圧倒的に安い輸送手段が必要です。スターシップがなければ、軌道上データセンター構想っていうのはかなり難しいです。逆に言えば、スターシップが成功すれば、スペース X の他の事業も一気に現実味を増してくる。そして、その先にマーズ計画があるんです。火星の移住っていうのは短期的な収益事業ではありません。今すぐスペース X の利益に直結するものでもありません。しかし、イーロン・マスクさんの長期ビジョンでは、火星っていうのは最終目的地です。スターリンクでキャッシュを作る、AI コンピュートで利益成長を狙う、そしてスターシップで輸送コストを下げる、そして最終的に火星へつなげる。この流れで見ると、スペース X の事業っていうのはバラバラではありません。一つの大きなストーリーとしてつながっているんです。これが現状の今後の事業展開になってくるんじゃないかと思います。しかし、このような構造っていうのは期待をしてしまいますが、期待だけで見るっていうのは危険です。スペース X には大きなリスクもあります。次はね、リスクもしっかりと見ていきたいと思いますけれども、まず、スターシップの開発リスクです。スターシップはスペース X の未来を支える重要技術ですが、
完全再利用、高頻度運用、大量輸送を実現するには、まだ多くの技術課題があります。予定通りに進まない可能性は十分あります。次に AI コンピュートの収益化リスクです。AI インフラ市場は巨大ですが、競争も激しいです。Google、Amazon、Microsoft、Oracle など巨大企業が本気で投資をしています。スペース X がここで本当に優位性を作れるのか、これはまだ見極めが必要です。さらに軌道上データセンターは非常に魅力的な構想ではありますが、現時点では長期オプションとして見るべきです。短期で売上に大きく貢献する前提で見るのは少し早いと思います。そしてスターリンクにもリスクがあります。加入者が増えても顧客単価が下がれば利益率に影響します。競合もあります。衛星数が増えれば宇宙ゴミや環境問題、規制強化のリスクも高まります。そしてイーロン・マスクさんへの依存です。これはテスラにもスペース X にも共通するリスクです。イーロン・マスクさんの実行力は非常に大きな強みです。一方で複数の巨大企業を同時に動かしているため、時間配分、ガバナンス、投資家との関係っていうのは常に注目されます。だからこそスペース X を見るときは、夢が大きいから買うではなくって、夢を現実に変えるための数字と実行力があるのか、これを見ていく必要があります。はい。ということで今日の内容をまとめていきますけれども、スペース X はもう単なるロケット会社ではありません。スターリンクで地球規模の通信インフラを作っています。AI コンピュートで次世代の AI インフラ企業になろうとしています。スターシップで宇宙輸送のコスト構造を変えようとしています。この3つがつながると、スペース X っていうのは通信企業、AI インフラ企業、宇宙輸送企業、そして将来的には MARS 計画を支える企業、この全てを統合した非常に特殊な会社になってくるんじゃないかと思います。そして僕はこの3つの成長エンジンがどの順番で現実化していくのか、これを楽しみに情報収集してまた YouTube でお届けしていきたいと思いますけれども、皆さんはスペース X の成長戦略で一番注目しているのはどこですか？スターリンクですか？ AI コンピュートですか？それともスターシップと MARS 計画でしょうか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報、そして毎週1回スペース X に関する情報も発信していますので、スペース X の情報っていうのも得れるんじゃないかと思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、夏の会の日程が決まりました。ぜひ真夏の輻射熱、クーラーとは全然違う涼しさの次世代技術を体感してみませんか？こんな方におすすめということで、クーラーの冷風が苦手な方、オフィスの空調をどうにかしたいと考えている経営者の方、工場で働いていて、真夏は暑くて仕方ないと思っている方、家の断熱性が悪くて、夏が暑くて冬は寒い。これをどうにかしたいと思われている方、電気代の高騰で少しでも電気代を下げたいと思われている方、ぜひね、こういった方に体感してもらいたいなと思います。今まで体感された方は、口を揃えて、これは体感しないとわからないと言われています。なので、興味がある方は、ぜひね、一度、真夏の輻射熱っていうのをね、体感してもらいたいなと思いますけれども、その体感会の日程ですが、7月17日の金曜日、こちらは姫路の武道館で、時間は13時から15時で行います。そして、7月22日の水曜日、こちらはエコファクトリーの東京支社で、午前10時から12時までで行います。僕は両方とも行きますので、ぜひね、一緒に体感してみませんか？体感したいと思われる方は、ぜひ僕の公式 LINE の方から連絡の方よろしくお願いいたします。LINE の URL は概要欄に記載しています。はい、ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。